こんちゃたこもりです。3月ということでね、就活の思い出話でもしようと思いますね。私なんですけれども、一応19卒就活生ということでやらせていただいていて、就活無敗という感じで終わりましたね。で、なんか作戦を張り巡らせてやっていたかっていうと、そうでもなくて、なんか割と理科大なんですけれども、理科大の学内推薦使ったら、なんかすぐ就活終わっちゃったみたいな感じでしたね。とはいえね、就活するにあたって考えてたこととかあるんでね、思い出も振り返りながら話していこうかなという動画になります。で、就活を意識し始めた時期なんですけど、1月、2月ぐらいだったような気がしますね。意識しただけで実際に何かをやっていたかって言われるとあんまりやってなくてですね。なんか将来どうしようかなとか、ここの会社行くのいいんじゃねみたいなのを、ぼんやり考えてたっていうくらいですね。で、専門がですね、工学部の機械工学系ということで、メーカーが無難なんじゃないかなっていうところで、日系のね、メーカーと、あとインフラ系をちょこちょこ気にしながら見てたっていう感じですね。見てたっていうのはもう本当に会社のホームページとか見て、って思ってたぐらいで、具体的に自分がどういう風に会社で働いていきたいかとか、そのライフスタイル的なところまでは全然考えてなくて、なんかもう本当に大企業おしゃれじゃんみたいな感じで会社見てたっていう感じですね。で、この際になんか指揮法とかね、業界地図みたいなのもなんか見てた気がしますね。なんかこんな感じの業界あるんだみたいな。いう感じでしたね。で、就活3月ぐらいからだいたい私の年代も解禁だったんですけれども、やっぱ学会があったりとかであんまりその就活に全振りして準備できるかというか時間を使えるかっていうと、そんな感じではなかったっていう感じですね。理系の学生ね、みんなそんな感じなんじゃねって思ってるんですけど、大体ね、就活の時期に学会挟まったりとか、あと M1 のね、中間報告とかが挟まったりしてて、なんかあんま企業の説明会とか、採用ガンガンいけるみたいな感じではないんじゃないか説が若干ありますよね。私も学会があったりで、大体そんな感じでしたね。で、なんか、1月2月のね、いろんな会社を調べていくうちに、業界もなんだかんだこの辺にしようかなみたいなのが絞れてたんで、学内推薦をね、どこの企業に使うのかっていうのは3月中旬ぐらいまで悩みはあったんですけれども、結局今の会社の学内推薦を取ってですね、そこは推薦で応募して、あとはですね、6社7社ぐらい自由応募みたいな感じで採用活動を進めたっていう感じでしたね。で、結果から言うと、学内推薦において4月初旬ぐらいですね、いいんじゃねみたいな結果をもらいまして、そこで就活を終えたっていう感じなんで、実際のね、その情報収集とかは抜きにして、採用活動をどんぐらい時間かけたかっていうと、期間でいくと、3月半ばぐらいから4月初旬ぐらいまでっていう感じで、あんまそんな就活に時間使ったなっていう記憶はないですね。やっぱ理科大もなかなかのね、学歴ではあるというところで、学内推薦強えなっていうのはありましたね。なので、結果からいくと第一志望の会社にですね、スムーズに内定というか、いいんじゃねみたいな結果をいただけたっていう感じで就活を終えましたね。で、就活の反省点なんですけど、ちょっと意識高まっちゃってたなっていうところがありましたね。なんか就活って ES とか、いろいろ学知化とか強み弱みみたいなの書いたり、自己分析みたいなのしたりするじゃないですか。そこでちょっと、就活あるあるなのかなと思うんですけど、意識の高まりみたいなのが私にもあってですね、なんか SDG、最近で言うと SDGs 貢献みたいな感じのね、ちょっと恥ずかしい感じの勘違いをしちゃってて、それは今思うと痛かったなっていうのは思いますよね。とはいえ、就活の段階においても自分の市場価値みたいなのを意識した ES というか構成にするっていうのは考えててですね、実際に採用の場では、御社に入ったらこういう技術領域においてこういう技術開発に携わって、アウトプットとしてね、こういう感じのことを出しますよみたいなのをできるだけ具体化して相手に伝えるようにしてたっていうのがあるんで、そこはかなり評価されていたようですね。なんか私の特性でもあるんですけれども、
自分ではですね、なんか適当なこと喋ってんなっていう感じがあってもですね、なんか相手方としたらなんかこいつ高森ちゃんと喋ってんなみたいな、論理性いけてねみたいな、なんかこいついいじゃんみたいな印象を与えてしまうことが多いみたいで、そこはちょっとうまく使ったっていう感じですね。なんかこうやってる感というかできるやつ感みたいなのを醸し出しながら、面接ではもう勝ってやるぜみたいな感じで言ったっていう感じですね。そんな闘志をですねゴリゴリに前面に出してたかっていうとそうではないんですけれども、なんか普通にやることやりますよみたいな感じで弱い部分みたいなのをあんまり出さずにブレずに言ったっていうか、一貫性を持って話してたっていうのは良かったかもしれないですね。特に理系就活の場合においてはあんまりなんかアルバイトでバイトリーダーをやりましたみたいなので問われることほぼなくて、どういう風な専門性を持ってるかとか、論理性ですね。基本的に修士の就活ってなってくると自分の研究をざっくりと相手に伝えるというかねっていうところが確実にあると思うんですね。俗に言う研究発表っていうやつですね。そこにおいて、知識が自分の分野とは違う人に対して分かりやすく伝えられる能力があるか、これいわゆるコミュニケーション能力ってやつですよね。があるかどうかとか、あとは理系のね会社を受けてたんでね、論理性っていう点ではやっぱ社員さんもみんな持ってますんで、そういう観点で、新入社員となる人が自社に入って活躍するのに十分な論理性を有しているかどうかっていうのもね、研究発表を見れば一目でわかるんでね、そういうところですよねは大事かなと思いますよね。やっぱこの辺もですね、私自身も、研究室に完全に感謝っていうところなんですけれども、学生の中で、学会発表とかプレゼンテーションをする機会にかなり恵まれていてですね、実績も積むことができたんで、かなり経験値も溜まっててですね、難なくいけたっていうのが功を奏したんじゃないかなと思いますね。やっぱ就活の場においては面接官との対話というかね、コミュニケーションっていうのがすごい重要になってきますよね。結局一緒に働きたいかどうかみたいなところが、指標なんじゃね説もあって、さっき言った論理性とか割とどうでもいいんじゃないかみたいなところも若干ありますんで、どういう風なね形でねこの人を一緒に働きたいなとか自社に貢献してくれそうだなって思わせるかっていうのは、それは個性によるとは思うんですけれども、その観点で、自分をどう見せていくのかっていうのは面接の前に整理しておいた方がいいんじゃないかなっていうのは個人的に思いますよね。私もこの辺は棚落とししてですね、なんちゃって自己分析を通じて自分の客観的なね見えみたいなのが分かってたんで、そこにね強さというか強い部分を寄せるようにして話してたっていう感じですね。ロジックを持ってしっかり話すとか、相手の目を見てねちゃんとこういう風にこうだって言い切ってね自信を持って話すとかね、ハキハキ喋るとかね、もうそういうところをね一個一個潰していったっていう感じですよね。はい。あと、人事もね採用の責任があって自社に貢献する人材を見極めなければいけないっていう点で、この人材を取る理由を作ってあげるっていうのも大事かなと思いますね。これは何でもいいんですけどね、面接時の態度が良かったとか、さっき言ったようなプレゼンテーションの基本ができているとかね、ロジックを持って話せている、専門性を持っている、こういう理由で自社貢献性が高い人材であるっていう風な、判断材料をね作ってあげるっていうのも大事かなと思いますね。繰り返しにはなるんですけど、私はですね割と履歴書に書けるようなネタが割とあってですね、学会出てましたとか、国内外問わずですね、なんで英語とかもね TOEIC860 ぐらいありますよとかね、他も資格持ってますよとかね、あと学会受賞歴がありますよ、論文書きましたよみたいな、あと理科大もねの学歴ということで、足切りにはね合わない学歴ではありますから、そういうところを総合してね、この人材使えんじゃねみたいに思わせるように面接の場を運んでいくみたいなのも大事ですよね。この辺はね結構面接のテクニックというか難しいところではあるんですけれども、人と人とのね場であるんでね、必ずしも自分が有能であるっていうアピールする場ではないと思ってて、
結局ね、双方向的なね、こう、面接っていう場をね、うまく活かすっていうのが、大事かなと思っていて、その中でね、相手に対して、受ける会社の人事とかですね、の人方に対して、この人いいじゃんと思わせるような材料を作ってあげるっていうのが、こっちからの歩み寄りとしてね、大事なんじゃないかなっていう感じですね。面接じゃなくて、就活の思い出ってぶっちゃけそんな感じなんですよね。なんかあんまり苦労したとか、なんか伏線回収というかね、先んじて手を打って、掴み取った内々定みたいな感じでは全然ないんで、ちょっとあんま参考にならないかな説しかないんですけれども、そういうところですよね。結局コミュニケーションってやっぱ社会人になっても大事ですから、こういう大学生でウェーツっていう、そういう感じのコミュニケーションではないコミュニケーション能力が問われるんで、私もね、陰キャとかぼっちみたいな感じでやってますけれども、仲良くするみたいなね、コミュニケーション能力は私にはないのかもしれないんですけれども、逆にね、ビジネス上のコミュニケーションスキルみたいなのをね、身につけられますし、全然ある方かなと思ってるんで、そういう感じで、うまい感じで、就活を終えたっていう感じですよね。就活結構難しいですからね。今でこそ、就活やったのも4、5年前ぐらいですか。ですから、あの頃地球温暖化にこうやって貢献しますみたいな、ちょっとでかいビッグなこと言ってやるぜみたいなね、意識の高まりが私もあってですね、ちょっとこれは反省しなければならなかったなっていうか、痛いやつだったなっていうのはあるんですけれども、そういうね、就活情報戦っていうかね、いろんな情報が錯綜してて、ネット上のね、内々定うんぬんでしたとか、面接でこういうことありましたみたいな情報とか、またはね、一緒の大学の同期が先に内定取っちゃったみたいな情報とかも、本当いろんな情報が溢れてて、で、そういう情報って結構自分を惑わしますよね。なんでそういう概覧みたいなものに惑わされずにですね、しっかり社会人でどういう風な人生を歩んでいきたいかというかね、どういう風なことでお金を稼いで、どういう風な生活を歩んでいきたいかみたいな棚卸しをね、ぜひやってみて就活に励んで臨んでみて、いい感じの会社に進めていけるというかね、志望の会社に進めたら、それはそれでいいんじゃないかなっていう感じですよね。なんで就活の話っていうのはそんな感じですね。それっぽい感じで就活のコツみたいな感じで意識高い動画も出そうと思えば出せるんですけど、ゆるーく話すみたいなのも悪くないかなっていう感じですよね。